ご視聴ありがとうございます。今回は北海道の空の玄関口、新千歳空港駅に迫ります。激増する利用客ゆえの難題と、それを打開する方策の数々に迫ります。隣の駅でひっそり起きた、ある変化にも注目です。ここ新千歳空港は、北海道最大の空港で、本州はもとより、道内各地とを結ぶ便も発着し、利用者数は国内で4番目に多いです。また、東京羽田とを結ぶ航空便は、旅客数で世界1位になったこともあります。国際線も就航しており、様々な航空会社の飛行機がやってきます。札幌市街地との距離はおよそ40キロ、高速道路が整備されている一方、鉄道も検討しています。その新千歳空港の玄関口が、地下に潜って通路をしばらく進んだ先にあります。空港ターミナルと直結するこの駅、その名も新千歳空港駅です。そのまんまですね。経営難が深刻な JR 北海道にあって、外国人観光客の増加などもあって乗降客数が堅調に増えており、2015年度には第3位に、2016年度には第2位の乗降客数を誇っていました。感染症の影響で国際線が欠航するなどし、2020年度には第8位に後退したものの、2022年度には再び第2位に返り咲いています。改札はこの1カ所だけ。改札機は全部で10台で、列車の到着直後は結構混雑するほか、有人窓口の需要が高いです。改札内に入ります。ホームにつながる動線は、改札を入って左右にあります。下りエスカレーターは右側だけにあるので、右へと進みます。幅いっぱいのエスカレーターで乗客をさばいている、と言いたいところですが、そう簡単ではありません。ホームの様子がこちら。改札階の様子からもわかる通り、この駅のホームは一つだけです。線路はホームの両側にある一面二線、島式と呼ばれる構造で、ホームが乗車用と降車用で分かれているといったことはありません。左側に止まっているのが、快速エアポート、札幌行きです。新千歳空港から鉄道を利用する人が必ずと言っていいほど乗るこれ、文字通り空港輸送のための列車で、新千歳空港から札幌駅まで、そしてさらに先の丁寧小樽まで行く列車もあります。日中は1時間あたり5本あり、空港輸送の中心です。また、早朝や夜間には、停車駅を絞った特別快速エアポートもあります。快速が札幌近郊の主要駅をカバーし、地域輸送も兼ねているのに対し、特別快速は速達性と空港輸送に全振りです。ホームの端、札幌寄りへと進みます。停車しているのは721系。1998年、JR 北海道初の本格的な賛同車としてデビューした車両で、札幌近郊の通勤ラッシュの混雑緩和に貢献しました。長年快速エアポートの主力として運行され、よく見かける車両です。青い帯の4号車だけは指定席 U シートで、それ以外は自由席です。このアナウンスを聞くと、北海道に来た感が高まりますね。ホームの先ほど幅が狭くなります。島式ホームの場合は普通ですが、この駅にはある事情があります。トンネルの奥が対向列車のライトで明るくなってきました。トンネルの奥から折り返しの快速エアポートがやってきました。そう、この駅と隣の駅との間は単線になっているのです。この構造がもたらした現状を駅の歴史と合わせて解説です。この駅の歴史はもちろん空港の歴史でもあります。新千歳空港は航空自衛隊の千歳基地の隣にあり、滑走路2本を有しています。新千歳空港は1988年7月に開港した空港で、それまでは北西の航空自衛隊基地と共用しており、千歳空港という名称でした。当時は隣の南千歳駅が最寄りで、駅名も千歳空港でした。駅と空港旅客ターミナルは、全長248メートル、幅5メートルの歩道橋でつながっていました。ところが、航空需要の高まりによって民間機の便数が増え、1978年には、羽田千歳便の旅客数が世界最多を記録、貨物の取り扱いも増えました。一方、当時のソ連の軍用機が領空侵犯し、自衛隊機のスクランブル発進が年間200回にも及んでいました。民間機は地上や周辺空域で待機することになり、運用上の課題でした。その状況を改善するため、千歳空港の南東に新たな空港を作ることになり、1975年11月に着工、88年7月に
新千歳空港が民間専用の空港として開港しました。空港アクセスを念頭にした愛称付き列車ができたのが、ちょうどこの時です。一方、新千歳空港駅の開業は、それより遅い92年です。83年2月には、当時の運輸大臣が新千歳空港への鉄道乗り入れ計画の一部を公表していたものの、分割民営化を控えた国鉄が新線建設に難色を示し、ルートが決まりませんでした。87年11月、JR 北海道が当時の千歳空港駅から新千歳空港駅まで長さ 2.5 キロの事業免許を運輸大臣に申請しました。これは国鉄分割民営化後、JR で初の新線建設申請でした。88年9月には建設工事に着手。当初、駅間のトンネルはシールド工法で建設される予定でした。これは先端にカッターのついた円筒型の機械で地中を掘った後、内側にコンクリートブロックを当ててトンネルを仕立てるものです。真上が空港だけに地上に影響をもたらさない方法として考えられましたが、コスト削減のため地上から掘り下げる工法に変更されました。空港の誘導路にかかっているため、誘導路を1箇所ずつ閉鎖してトンネル工事が進められています。新千歳空港駅の開業に伴い、千歳空港時代から運行されていた空港アクセス列車が大幅に増発され、列車名がエアポートになりました。千歳空港駅は南千歳駅に改称され、空港アクセス駅としての役割を終えました。一方、新しい支線は行き止まりで、札幌と道内各地を結ぶ特急列車はここには来ないです。それらの列車との乗り換えの便を図るため、南千歳駅には今も多くの特急が停車し、快速エアポートなどとの接続が考慮されています。鉄道による空港アクセスをほぼ独占している快速エアポート、新千歳空港と札幌ヨータルを結ぶのが基本ですが、かつてはそれ以外の列車もあり、16年3月までは旭川方面への直通列車がありました。廃止直前の快速エアポートは今より1本少ない1時間あたり4本で、そのうち1本がこうしたハイブリッド列車でした。そしてこうした列車は日中だけでなく、通勤時間帯にもありました。使用される車両は、特急用の785系や789系1000番台。ドアは1両あたり2箇所で、全席クロスシート、デッキもあります。他の721系や733系3000番台よりも詰め込みが効かず、それらより1両少ない5両編成だったこともあり、ラッシュ時間帯の混雑をさばけないばかりか、空港利用客を積み残すこともありました。そしてこの列車、大雪による遅延を引きずって、ダイヤ乱れの原因となることもありました。その割に、旭川方面と新千歳空港とを行き来する乗客がそれほど多くないなど、直通させるメリットが薄かったのも廃止の要因とされています。また、札幌駅で進行方向が変わるため、座席の転換が面倒なのもデメリットでした。直通廃止から4年後、20年3月のダイヤ改正で、快速エアポートは毎時5本に増やされ、朝と夕方に特別快速が設定されました。快速エアポートは、千歳線の追加料金不要の速達種別でもあるため、沿線の通勤通学需要も引き受けているのに対し、特別快速は途中の新札幌と南千歳だけに止まり、空港アクセスにほぼ全振りした列車です。なお、快速エアポートの指定席 U シートは、指定料金840円です。22年4月に値上げされるまでは530円だったので、1.5 倍以上の値上げです。それでも快適な座席に座れるメリットは大きく、発車前に満席になることも多いです。新千歳空港では、93年に2本目の滑走路ができ、2010年には国際線ターミナルの運用が始まっています。外国人を含む利用者の増加に対応するため、快速エアポートの増発などに取り組んできました。一方この駅、施設はやや小ぶりです。線路2本、ホーム1つの構造自体は、国際線が就航する国内の空港最寄り駅でもよく見られますが、この駅では、それが今大きなネックになっています。この施設を、もう少し詳しく見ていきましょう。ここにやってきたのは、折り返しの快速エアポート、小樽行きです。721系は733系3000番台の登場で数を減らしたものの、今回はどちらも721系です。大量の乗客が降りていきますが、この乗客はなかなかはけることがありません。ホームの途中には建屋があり、通路が狭くなっています。ホーム幅も狭いため、反対側の列車の脇を人が通ります。
こちらの列車は自由席までほぼ満席で、前の車両に乗り込む人もいるため、ホームを進む人の流れがぶつかりがちです。そしてこの先のエスカレーターは横3列分の規模です。2列あるうち、右側は開けることが多いので、見た目ほどのキャパがなく混雑します。ホームの中央の様子がこちら。この辺りのホーム幅は一番広いですが、それでも幅8メートル弱。もう少しゆとりが欲しいところです。ホームの端にやってきました。ここでホームが左右に分離します。右側のホームは、突き当たりが業務用スペースにつながっているからです。線の終端は暗くて見づらいですが、停止位置から車止めまでは10メートルもないようです。そしてこの日は10時42分発の列車が遅れており、折り返し列車が隣の南千歳駅に停車しています。列車の到着を待っていると、10時30分発の発車が遅れてしまいます。駅間は単線なので、10時30分発を時間通りに出すか、10時42分発が来るまで待つかの2択です。折り返し時間には余裕があるので、10時30分発を先に出します。この駅の歴史とも関係のある、次の南千歳駅へ向かいます。隣のホームには、次の列車を待つ乗客が列を作っています。しばらく地下区間を走行し、地上へ出ます。側面展望だとちょっと分かりにくいですが、線路が完全に他と高さを揃えたところまでシェルターがあり、雪害対策も万全です。JR 北海道では、こうした地下線に伴うトンネルは極めて珍しいだけに、他とは一味違います。隣の線路には、この列車を待っていた新千歳空港行きの快速エアポートが停車中です。駅間が複線ならここで遅延を吸収できるだけに、歯がゆい感じです。単線トンネルになったのは、ダイヤの工夫で乗り切れる輸送量だと見込まれたのか、あるいはコスト削減を念頭に置いたからでしょうか。ホームに降ります。札幌方面には、快速エアポートの他に特急や普通、貨物もあるほか、隣の千歳駅からの始発列車もあります。この近くには、1981年に開業した石勝線の起点を示す0キロ表があります。これはモニュメント的なもので、ホームの下には0キロポストがぶら下がっています。札幌と逆方面は、空港方面のほか、苫小牧室蘭函館方面、そして帯広釧路方面の3つに分かれます。空港方面以外は特急も普通も本数が少なく、時刻表のボリュームも減りますが、道東道南エリアへの特急列車が発着し、ダイヤ上は今でも重要な位置を占めています。特に81年の石勝線開業により、それまで岩見沢方面を経由していた道東エリアへの特急が石勝線経由に切り替えられたことで、重要性が増しました。改札の様子がこちら。空港玄関口の役割を失ってからは、駅前の活気はかなり限定的です。かつて空港ターミナルへ繋がっていた通路を進みます。今では道路を乗り越えるところだけが残っています。この下にはバス乗り場もあるものの、通る人はほとんどいないです。広告枠らしきものもそのままで、終端部の内装もあまりしっかりしていないです。この駅の役割は乗り換えが主体で、乗り降りではないのが痛感できます。駅の方から見ると、ぽっきりと途切れた通路が、時代の流れは残酷です。なお、別の列車に乗った時は、接続する特急の遅れの煽りを受け、停車時間が延びました。あの列車は、室蘭方面からやってきた、特急すずらん。特急スーパーカムイで運用されていたのと同じ、789系1000番台での運行です。この2つの列車は平面交差になりませんが、石勝線からの札幌方面行きは新千歳空港発着列車と平面交差になり、遅れている列車と接続する必要もあるので、遅延リスクと隣り合わせです。かつてこの駅では、日中の快速エアポートは左側通行の原則を崩し、右側通行で停車していました。これは、空港方面と道東道南方面、あるいはその逆の列車の乗り継ぎをしやすくするためです。同じホームで乗り換えられるので非常に便利でしたが、先ほど触れた20年3月のダイヤ改正に合わせ、通常の左側通行に改められています。日中の快速エアポートが1時間あたり5本に増え、札幌寄りでの平面交差をなくしてダイヤ乱れのリスクを減らすためです。これに合わせ、駅構内のエレベーターの共用が始まっています。そして、空港アクセスを担う新千歳空港駅、快速エアポートに、また大きな変化が近づいています。それが日中の快速エアポートの増発で、
1時間あたり5本から6本に増えます。言うまでもなく、新千歳空港の利用回復や訪日外国人の増加によるものです。これまでは札幌行きが3本、小樽行きが2本、すべて快速でしたが、停車パターンも大きく変わります。6本中1本は特別快速になり、2本は北広島から千歳まで各駅に止まる区間快速になります。新千歳空港駅では区間快速の後に特別快速が発車するダイヤですが、途中駅での待ち合わせなどはなく、札幌駅での対面乗り換えも考慮されていないようです。列車によって所要時間がばらつくほか、北広島から千歳までの普通列車を兼ねることになる区間快速では、空港利用客で混雑するため、沿線の利用客が座れないといった事態にもなりそうです。一方、快速エアポートの増発はこの辺りが限界です。新千歳空港と南千歳の間の所要時間は、標準でおよそ4分。超ギリギリダイヤなら理論上8分間隔にできますが、遅延が生じるとダイヤが崩壊するため、現実的ではありません。721系の座席が全席クロスシートだったのに対し、733系3000番台では自由席がロングシートとなったのは、より多くの乗客を乗せるためです。デッキも廃止され、車内の奥まで詰めやすいです。これらの車両は札幌近郊の通勤通学輸送も担っており、ラッシュ時の混雑緩和も目的ですが、限られた列車本数で空港利用客をさばくため、1列車に乗せられる乗客を増やそうという作戦です。なお、U シート車両でもデッキに立つだけなら、追加料金はいらないようです。一方、新千歳空港駅の構造上、両数をこれ以上増やすのは難しいです。札幌よりは単線になるためホームを伸ばせず、逆側もすぐそこが車止めです。この課題を根本的に解決するため、新千歳空港駅を巻き込んだ新線計画があります。南千歳駅からの線路を複線化した上で、今の新千歳空港駅の先に、ホーム2つ、線路4本の新しい新千歳空港駅を作るものです。線路のうち2本は南に伸ばし、千歳線の苫小牧室蘭函館方面と関商線に合流させます。これが実現し、こちらがメインルートになれば、道内各所へ乗り換えなしで行けるようになり、鉄道利用の姿が大きく変わります。また、長編成に対応したホームにすることで、快速エアポートの両数を増やせます。ついでに U シートも増やせば、旅客サービス向上と増収を両立できます。感染症の拡大で鉄道事業そのものも大打撃を受けたほか、新千歳空港の利用者数も激減したことで、この構想は一旦立ち消えになりましたが、空港利用者が急回復を遂げ、輸送力増強が急がれています。費用は経営難に苦しむ JR 北海道だけでは賄えないため、公的な支援も必要です。簡単に実現できる計画ではありませんが、国が訪日外国人を増やそうとしている中、さらなる伸びしろがある北海道に巨額な投資がなされる可能性もあります。将来、この空港を取り巻く鉄道が大変貌するかもしれません。ご視聴ありがとうございました。